Hello，大家，《雾蓝色的雨后晴天》第10集大结局，最后一集了。乌七、九慈和他们身边这些人，这段时间以来都经历了不少，成长了不少。现在总该给他们一个暂时的雨后天晴，暂时的放晴，暂时的阳光了吧？我们一起来看看吧。帰りたくねえな。他们在温泉旅馆，もう一泊してくか。两个衣衫不整的。一段落したらゆっくりしたいって思ってたけど無理にでもしないと永遠にできないよな。哎，真的，这次要不是九慈临时约你出来，わかる。可能也没办法成型。ありがとな。这一刻，他们真的好幸福哈！昨日の今頃はさ、まさか今日温泉に来てるなんて想像もしてなかったけど、人生何が起こるかはわかんないよな。不是只有坏事会突如其来，有的时候好事也会突如其来就发生了。きっとこれから何度も思い出す忘れたくない日々が増えていく。是啊，这代表你的生活正在往好的方向发展。哎，最后一次看片头曲，最後一次看九慈老宅了。この間温泉行ってきて。いいな温泉。一人旅ですか？いや、デート的な。彼女いたんだ。いや、彼氏です。これ死刑。说出来，其实大家也没那么排斥哈。動揺させてしまった。難しい。カミングアウト。哎呀，其实还好啊，我觉得刚刚出柜的挺好的啊。すごくいい文章だと思う。OK，よかった。散文完成了，恭喜！ね、静香がそんなに緊張するの、結局師としての先生に絞ったんだ。啊，やっぱり俺と親父をつなぐものって考えると、親父と暮らした数年間とそこで学んだこと、改めて整理できた気がします。お疲れ様だったね。静香いい顔してる。九慈身边的人也注意到变幸福了。ありがとう。这方面雷达很敏锐哈，九慈看到那两个大概就知道他们什么关系了。ふとした時に思い出すあの日々のこと。这是他还在公司工作时的回忆啊。目の前の数字と時間に追われ、如果老人この仕事の先にいる人のことを。大丈夫ですか？内心是想帮忙的，但是心里面放不下。哦，那位医师。助かるわ。本日もありがとうございました。大丈夫？疲れてない？哎呀，难怪他对这位医生的感情那么深，原来就是他教会他温柔，教会他关怀的。お疲れ様。僕がやりますから。はい、いいよ。俺も一緒に使ったし。誰に対してもおごらない強さ、てらいのない優しさ。他也开始对身边的人有关心了，从这个无期开始。はい。君先生が。从这边突然接到噩耗，事情就急转直下，头发越来越乱。大丈夫か？何が？聞いてよ、今日の藤原先生、ゴルフの話。いや、掘りすぎだろ。本当だって。俺も東のようになりたい。憧れか。我理解，いや、我也很憧憬这种人呢。それだけじゃない。虽然我不一定对身边的这样子的人就会喜欢啦。9時。啊，不知不觉走了这么远，跟他已经是情人了。俺。誰か来てた。看到那杯子就知道。ああ、貫田さん。親父のエッセイ見てもらってた。貫田さんの感触も良かった。翻訳コンクールの結果が出てさ、特別賞。哎上から3番目の賞だった。嬉しいんだけど、なんか悔しい。もっとやれるはずなのにって思ってる。不过这代表无期燃起了想要更好的这个斗志哦。実力もないのに自意識過剰でさ、こんなんで今後仕事としてやっていけんのか？哎，俺もだよ。うぬぼれと反省の繰り返し。久慈さんでもですよ。
我每次看完这个剧，我都会在那边想我的影评做得够不够好。大家都是这样的心情在看待自己的工作的。マジかっこいいっす。だろ。何調子乗っとんねん。で話すって大事だな。少し楽になった。不知不觉，九慈也会向武器倾诉了。苦しいよ。おい苦しいって。哎呀，そろそろ帰るかな。送ってこうか。いやいやいいよ。これ以上9時におんぶに抱っこにセックスじゃ悪いだろ。セックスはいいだろ。キス忘れてんぞ。哎呦，武器哦，你们这样不用去那边上床了，你们在这边就准备要上床了啦。就说吧，一天就停不下来。我就说吧。あの日医者へのアプローチ伝授してやるよ。そんな顔知らなかった。最初で最後のこの夜が全てだと思った。终于从九次的视角回顾一遍整个故事了哈。最後に顔をと思ったけどやめた。顔を見てしまったら歩き出せなくなってしまいそうだから。啊，那个时候甚至没有想要说要跟他好好建立关系，有差吼。那当年一夜情，其实两个人的身体是有一点距离的，这次抱得好紧。あの日の俺に伝えてやりたいなと思って。何を？コンクールおかげさまで特別賞でした。私は仙外で。哎呀，元宵姐没关系，你已经踏出一步，很有勇气了。お二人とも不服そうですね。いや、はい。不服です。お二人にご相談があるんですが。下役？先生の翻訳の手伝いみたいなもんかな。很棒哎，真的接到工作了。不过他接到翻译工作，第一个想分享的是妈妈，而不是九次哈。お母さん最近調子どう？いい日もあれば悪い日もある。そんなもんよ。そんなもんでいいのよ。是啊，你看你妈妈多有智慧。また近々帰るよ。妈妈也开始接受儿子更多的关心了哈，不是一直说啊我没关系，你不用一直常回来关心我看我。ダメダメ。最初は自分でやってみるんだから。そうだな。哎，この家の鍵。プロポーズ。なんとでも。感觉他们好像在一个轻巧不经意的瞬间完成了什么重要的仪式。哎呦，太可爱了！这两个人都知道对方在想什么。玉木、大学合格おめでとう。哎呀，恭喜！连小环的人生都进入下一个阶段了。はい、チーズ。ばあちゃんにさ、今日のこと言ったら写真送ってたって。来週山梨行くんだろ。久慈さんも一緒に？俺は行かないよ。そうだよね。変なこと言ってごめん。还以为你们要去蜜月旅行啊。俺と久慈は恋人同士なんだ。知ってるかもしれないけど。でもそれをばあちゃんに言う気はないから。这个世事难料了，以后的事难说，现阶段不讲也没关系。いきなりごめんな。なんかなんだろう、ドキドキしてるし、ほっとしてるし。真的，你要向我坦白那个我早就知道的事情，其实我很紧张。啊，我就是。久慈、何なんだよもう。九子很棒啊，终于会真情流露了。目が痛い。よう泣いたな。あれから1年半か。おい、こいつ連れてどうする気だよ。一軒目。そうだな。少しいない。やめろ。ふい。春の匂いがする。日々は続いていく。好啦，你们就幸福开心的走下去吧。完结撒花，谢谢你又陪我看完一部好剧了。这部剧呀，大家看完是什么感受呢？又治愈又治愈，对吧？
就像这部剧剧名所说的，雾蓝色的雨后晴天。虽然阴雨绵绵，虽然人生时常会下雨，但是我们总会有放晴的日子。我们不能期待每一天的天空都是万里无云、晴朗阳光，偶尔就是会有雨，就是会有乌云。但是我们总是要相信，乌云过后可以见到斑斓的天空，可以见到美好的阳光啊！就像吴七的妈妈在这一集说的，日子就是这样，时好时坏吧。但是这样子就挺好的了，不是吗？吴七和九慈的生活，也许他们接下来还会有更多的困难要面对，又或者其实下一个议题已经扑面而来到他们面前了，就是出柜的这个议题。但是有什么关系？事情来了就面对它，除此之外还是可以乐观幸福的过下去他们的生活的。这部剧呀，其实我第一次看的时候，我发现我就很喜欢了。才刚开始1、2集，我就觉得这会是我喜欢的那种类型。可是它在网络上的评价好像没有在我心中的评价那么高。后来想一想，可能就是因为这部剧它没有一个明确的主轴。虽然说第1集就很明确的告诉我们，吴七跟九慈都陷入在各自人生的低潮阶段里，所以这部剧的主轴可能就是要让他们爬出来那个低潮，重新面对阳光，使最后这个结局确实也是这样子的走向没有错。但是你说他们有什么很明确的要解决什么议题吗？还是说有没有什么关系是真的这部剧要特别深入去描写的弧光？好像真的没有呢。这部剧的人际关系就是这边东写一下西写一下的，不仅是身边的亲人朋友，甚至连吴七一起上课的同学、老师，还有九慈以前工作时的医生客户，这些好像有一点点远的关系都可以描写一下，就觉得好像有点发散，有点失去那个聚焦的主轴。但是我觉得这也是这部剧创作的目的吧。我们生活在这个世间，与各种不同的人邂逅，并且在这一段一段的关系里面，他们像镜子一样反射我自己，而我们也是在这一点一滴的觉察与调整当中成长前进的。在这部剧这么多的人际关系里，我们总是可以在里头找到我们有共鸣的故事。那这部剧就看到这边吧，祝福我们也都可以在各自还可以的生活里幸福的走下去。下次见，拜拜。